今日はスローで激しい EDM 系ジャンルダブステップのスタイルを解説するよ。今日のテーマは UK ガラージなんだけど、動画1回では紹介しきれないからハウスの時と同様に前後編に分けるよ。今回は前編のダブステップ編になる。 UK ガラージはメジャーな EDM だけど、日本での知名度はこの名称よりも2ステップの名称の方が有名かな。2ステップも UK ガラージの一種だよ。多くの EDM は等間隔のドラム、いわゆる四つ打ちが特徴だけど、 UK ガラージはその四つ打ちリズムをだんだんと崩して進化していったジャンル。スピードガラージはハウスから進化した初期の UK ガラージのジャンルだよ。まだハウスの影響が結構強くて、曲の雰囲気やノリはハウスに近いかな。ハウスと違うのは2拍目と4拍目にロックのようにスネアドラムが入ること。名前にスピードが入っているのはハウスよりは速いテンポってだけで、高速テンポの曲ではないよ。 BPM は130から140くらいだね。2ステップは2拍目と4拍目に強いリズムがない不思議なノリの曲。ロックで言えばスネアが鳴る場所に強いドラムの音がないリズムってこと。珍しいタイプのリズムだからノリも独特で好みは分かれそうだね。曲調はあまりメロディアスではなく、リズミカルで派手さは控えめな感じ。ダブステップは2ステップから進化。2拍目と4拍目を強調しないままで1拍目がキック、3拍目がスネアになる。これは BPM 半分のロックと同じリズム。つまり聴いている人の体感としてはテンポが半分になったように聞こえるよ。ドラムの手数の増減でテンポが変わる。ダブステップはそれの分かりやすい例だね。ダブステップは2ステップとレゲエのダブに影響を受けたダークな曲調が多い。でもスノのダブステップスタイルはかなり派手でメロディアスになるね。 V4 までのダブステップはダークだったけど V4.5 で曲調が大きく変わってしまった。それじゃどんな曲が生成されるか実際に聞いてみようか。3種類の UK ガラージ系スタイルがどんな曲を生成するか聞いてもらったよ。テンポが半分になったダブステップとそれ以外は曲調に大きく差があるね。特にスノのダブステップスタイルはダークで難解な雰囲気が弱めなので
スローで激しい EDM 要素を足すスタイルとして便利に使えそうだね。動画の後半はこのダブステップのいろいろな派生スタイルを解説していくよ。ポストダブステップは派手な展開や激しい音は控えめの落ち着いた曲。ダブステップのリズムを使いたいけど派手にしたくない時は便利なスタイルだね。ワブルベースは音楽ジャンルではなくダブステップでよく使われるベース音のこと。うなるような揺らぎのある音が特徴だよ。ギターのワウワウと似た原理の音だね。混ぜる曲に合わせて音を変化させる楽器スタイルっぽい特徴もあるけど激しくダークなダブステップにする音楽ジャンル的な効果も持っているよ。さっき聞いてもらった通りダブステップだとダークにならないので激しくダークなダブステップを作るその時にも有用なスタイルだと思う。ディープダブステップはアンビエント要素の強いダブステップ。アンビエントらしいスローテンポと非常に静かな展開が特徴的な曲だよ。特にスローテンポにする効果が強い素の最強じゃないかと思うレベル。それじゃどんな曲が生成されるか実際に聞いてみようか。静かな夜に心躍る遠くのメロディー空の下で3種類のダブステップのスタイルがどんな曲を生成するのか聞いてもらったよ。曲をスローテンポにするスタイルは多くの場合ドラムが弱まるんだけどダブステップ系はむしろドラムを強める。スローで激しい曲を作りたい時に便利だね。ただダブステップ系は癖の強いワブルベースの音が混じりやすい。汎用的に使う場合はそれが欠点かな。それでも使いどころは多いと思うけどね。今日の動画ではダブステップの祖先として UK ガラージを紹介したけど UK ガラージは他にもいろいろな派生をした。次回は他の派生ジャンルを解説していくよ。まあ連続でやると飽きそうだから間にスタジオ解説を1回挟むけどね。それじゃまたね。